お疲れ様です。お疲れ様です。裁判所に行ったことってある？ニュースで見るくらいだね。裁判所のトップは誰だか知ってる？最高裁判所長官かな。戦後の現在、裁判官らの人事は最高裁判所が司り、独立して判断するはずの裁判官が、最高裁事務総局に統制されているなんていう批判もあるところだが、少なくとも地裁や高裁など現場の裁判官の人事は裁判所たる最高裁で基本的に行うという体制になっている。また、検事は検察庁に属し、検察庁を管轄するのは法務省だが、この法務省の法務大臣が検事人事に手を突っ込むことは実質的には難しく、第二次の安倍晋三内閣では検察のトップたる検事総長人事をめぐって、法務大臣の頭越しに総理官邸と検察庁が神経戦を展開したなんて話も聞く。しかし、戦前はこれらの制度と大きく異なり、裁判官と検事の人事をまとめて司る、現在の法務省とは比べ物にならない大官庁が存在した。当該大官庁の名前は、司法省だ。司法省は、最高裁裁判官に相当する大審院判事の人事も操り、疑獄事件の捜査で政界に睨みを利かす検事の人事も操るという強大な官庁だった。そして、裁判官と検事が混在する官庁ゆえに、裁判官と検事のどちらが省の主導権を握るのか、激しい戦いが繰り広げられた。今回は、この司法省の解説をしていく。ちなみにだが、検事と検察官というのは名称だけでなく意味内容も異なるのかという問題はあるものの、この動画では基本的に検事と呼称させていただきます。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。さて、明治維新のごたごたから司法省爆誕に至る経緯は変遷が激しいのでサクッと語るが、地方に散らばっていた裁判機能を中央に回収しつつ、刑事裁判は刑法事務局や行部省、民事裁判は民部官や民部省を経て、これらが合体し、司法省が誕生する。刑事と民事ってどう違うの？すごくざっくり言うと、当事者の構成が異なり、刑事は国家対被告人、民事は民間人対民間人の戦いだ。現在は民事部が担当する国家賠償だと民間人が国家や自治体を訴えるじゃないかというご批判等もあるかもしれないが、法廷で対立する当事者の構成が刑事と民事で全然違うという視点が理解しやすいのではないかと思われる。要するに、国が主体として犯罪者と疑われる者に対し刑罰を課すのが適当か否か証拠を集めた上で審査する刑事裁判と、私人間でのトラブルの解決を目的とする民事裁判とでは、目的も手続きも大きく異なる。刑事裁判では検事と弁護人が向かい合って座ってるね。戦前はね、裁判官の横の席に検事がいたんだけどね、ちょっと話がそれたが、早々期の司法省には、波乱万丈の幕末の志士が初代司法卿として就任し、裁判システムの礎を奔走して築いた。誰？大久保利通。江藤新平だ。江藤新平は佐賀藩の出身、地方に散らばっていた裁判権を中央に回収してまとめるという非常に面倒な作業を遂行し、司法省管轄の裁判所を続々と設置し、司法制度の基盤を整えた人物だ。ちなみにだが、江藤新平は政官論をめぐる紛争で明治政府を下野して以降は、主要として擁立された佐賀の乱で大久保利通率いる官軍に敗北し、その罪を問われ、斬首されるという憂き目に遭ってる。一応佐賀裁判所なる急増のところで裁かれたらしいけど、日本の司法システムがまだまだ早々期だったことを示しているね。そして伊藤新平と並んでもう一人、司法省を語る上で外せない重要人物がいる。誰？司法省中高の祖、平沼喜一郎だ。平沼喜一郎って複雑怪奇な欧州情勢の名言を残して退陣したあの総理大臣じゃないか。平沼喜一郎は短期間に首相を務めた際、ヒトラー総統率いるナチスドイツと、スターリン率いるソ連との高度かつ複雑すぎる外交情勢に翻弄された、日本史の教科書的にはちらっとしか名前が出てこない御人であるが、司法省を解説する上では、極めて重要な人物だ。少し先取りして言うと、司法省の巨頭にして、検察支配を完成させた男と言えるだろう。この平沼喜一郎の人生、特に同人が政治の舞台に打って出るまでの司法官人生は司法省そのものなので、
この平沼喜一郎の視点から司法省の交流と挫折を見ていこう。平沼喜一郎は津山藩士の次男に生まれ、実家が火事にあったこと等により苦学生だったが勉学に励み、帝国大学、後年の東京帝国大学法科大学つまり法学部を首席で卒業し、司法省に入省した。首席卒業なら官庁総壁の内務省や大蔵省も狙えたろうに、なぜ地味な司法省に入ったの？平沼喜一郎は司法省の入省が条件の学費支援を受けていたそうなんだ。当人の回想によれば、内務省からも声がかかっていたそうなんだが、学費支援の関係もあり、やや渋々ながら司法省に入ったらしい。しかし、この選択が、司法界のドンにまで上り詰め、総理大臣の座も射止める道に繋がるんだから、人生は万事採用が馬だね。当時の司法省も薩長罰の独壇場だったのかな？いや、弱小官庁の悲哀が逆に功を奏したのか、司法省では他の省庁と比較して薩長罰はそれほど多数派ではなく、むしろ江藤新平の関係で佐賀藩閥、あるいは土佐藩閥が強かったそうだ。高裁とか地裁とかの区別も今と違ったの？戦前の裁判所構成法は、今と裁判所の名称が異なるが、機能は類似しているところもある。すなわち、裁判所における上の順位から、大審院、控訴院、地方裁判所、区裁判所の4級三審制だった。三審制はわかるけど4級ってどういうこと？大審院は今の最高裁、控訴院は今の高裁相当ってわかるけど、区裁判所って何やるとこなの？区裁判所はね、今の簡易裁判所と似ている。簡易裁判所は少額の紛争や軽微な事件を扱う裁判所なんだが、戦前の区裁判所も粗額が少額の民事訴訟や軽微な刑事事件を取り扱った。ここからは推測だが、今の簡易裁判所では、複雑な事件などは申し立てまたは職権で移送申し立て、つまり複雑な事件を扱える地裁に事件を移して審理ができるというシステムがあるので、戦前の区裁判所にもこれがあったから、実質的に三審制だけど付随して区裁判所もあるよということで、4級と称したのではないだろうか。区裁判所から事件を開始したら4審制っぽいんだけどね。さて、先ほどから地味だと称して戦前の司法省に失礼な感もあるが、高校の日本史の授業を思い出してほしいんだが、司法省や大審院の名前が出てくる箇所は少なかったというかほとんどなかったのではないかと思われる。しかし、今の最高裁とは比べられないほど独立性が弱く、司法省の統制下にあった大審院は、風雲急を告げる日露間で起きた事件に関し、ある裁判官の帰国により、歴史に名を残している。ある裁判官の帰国による事件とは？大津事件といって、日露戦争前の話だが、帝政ロシアの皇太子、この人は後年の皇帝ニコライ2世で非業の死を遂げるが、この皇太子の滋賀県訪問の際、警備の警察官が当該皇太子に切りかかるという前代未聞の刑事事件が勃発した。この事件で、伊藤博文をはじめとする日本政府は、日本の皇族に危害を加えた場合の罪状を、外国の皇族にも適用し、その法定刑でもって被告人を死刑に処すよう司法省に圧力をかけるんだが、時の大審院院長である小島裁判官は、法治国家としての筋を通すべきとして、外国皇族に関する刑法規定はないという前提で、被告人には、一般人に対する謀殺未遂罪を適用し、無期懲役の判決を出した事例だ。この事件は大審院が主導した、日本における司法権の独立を高めた事件でもあったが、他方、小島院長が現場の裁判官に干渉しすぎではないかという批判もあることは不言する。平沼喜一郎が入省直後の司法省には、今述べた反発政府との緊張関係もあったが、平沼喜一郎自身は順調に裁判官としてのキャリアを積んでいく。平沼さんって検事総長のイメージがあるけど、検事じゃないの？当時の司法省は、裁判官の人事も検事の人事も差配しており、平沼喜一郎は当初裁判官としてのキャリアを重ね、東京高訴院検事になってから、検事、そして司法省の官僚としてのキャリアを重ねていく。当時の日本は不平等条約改正のために近代的な法典整備を進め、刑事訴訟法や論争を経ながらの民法を施行するなど、司法制度の整備を急ピッチで進めていたんだが、
この中で、司法省内部の紛争が生じたことにより、平沼喜一郎に行幸が訪れる。どんな紛争とラッキーだったの？司法官の増法、つまり給与を上げろという運動が司法省で起きたんだ。裁判官の給料ってそもそも高く設定されてるんじゃないの？今の裁判官はそうかもしれないが、戦前のこの時期の司法官、つまり裁判官と検事の給料は、他の省庁の官僚と比較してやや低いレベルだったらしい。司法大臣だった金子健太郎は憐憫の情もあったのか、増法案を承諾し、帝国議会にかけたが、貴族院は OK を出したものの、衆議院や両院協議会では拒否され、司法官らは奮撃、一部の司法官は連携して一斉に辞表を提出するなど大騒ぎになった。辞表の扱いはどうなったの？こういうパターンの辞表は出す側も本気でやめようとは思ってないことがほとんどだが、この点、司法省は一枚上手だった。受理したの？司法省は、見せしめの意味もあったんだろうが、辞表を一斉提出した司法官のうち、東京の裁判官と検事の合計16名分の辞表を受理し、依願免官と相なった。これに恐怖したのか、増法運動は急速にしぼんだそうだ。この増法運動と顛末が、平沼さんとどう関係あるの？平沼喜一郎が辞表受理をさせるべく陰で糸を引いていたという説もあるんだが、より重要なのは、東京の司法官16名の辞表受理に加え、増法運動の煽りで100名以上の司法官が処分対象となったことにより、体制側にいた平沼喜一郎は大出世のチャンスをつかんだ。目の上の単行部たちが一掃された形になったんだね。増法運動の約1年半後、平沼喜一郎は司法省参事官という、司法次官や検事総長に連なる要職に就任し、司法省での権勢を固めていくことになる。司法省の参事官ってそんなに偉いの？参事官は司法省において予算、法案、司法官人事を取り扱う重要ポストだ。この時期を境に、検事の権限拡大に平沼喜一郎は執念を燃やしていくんだが、検事の権限拡大のためにはどうしても制度的な障壁が、戦前には存在した。制度的な障壁とは、余震判事の存在だ。聞いたことがない存在だし何をやっているのか想像もできない。これは戦前の刑事裁判における大きな特徴なんだが、現在の制度だと、検事が警察から送検された事件について取り調べや補充捜査を行い、検察が独自に捜査した事件でも取り調べや捜査を行い、起訴すべきか否か判断し、起訴したら、証拠法に基づき開示される証拠に基づいて裁判官が判決を下すという、ある意味での役割分担が検事と裁判官とで分かれている。この、捜査をする権限や、刑事裁判に起訴するという権限は、検事にとっての大きな権力の源泉となっている。そうだね。続きを。しかし、戦前、検事は独自の判断で被疑者を刑事裁判に被告人として立たせることができなかった。起訴するのに刑事裁判にかけられないってどういうこと？この、検事の起訴権限を制限する存在、悪く言えば目の上の単行部だったのが、余震判事という存在だ。制度的な変遷はあるんだが、この余震判事は、検事から余震請求があった場合、公判に付す、つまり刑事裁判にかけるべきレベルの犯罪の嫌疑があるか否かを取り調べ、嫌疑ありと判断すれば公判に付し、嫌疑なしと判断すれば免訴するという、割と強大な権限を持っていた。しかも、余震判事の権限はそれにとどまらず、逮捕や押収などの強制処分の権限も持っていたので、検事はこの余震判事に請求することで捜索や押収を行うほかなく、かつ、被疑者の交友、つまり逮捕に続く長期の身柄拘束については、容疑が固くなった起訴寸前でないと余震判事に請求をしないという運用がなされていた。現在の交友の運用とはえらい違いだったと言える。まあ、行政検測とか抜け道はあったんだけどね。陸軍の憲兵隊によるあやふやな嫌疑での身柄拘束は有名だし、検事の起訴権限を制限できる余震判事は適切に嫌疑の有無を判断できたの？余震での審理が刑事裁判の判決に与える影響は大きく、余震判事の判断が刑事裁判でひっくり返ることは少なかったとする指摘もあるくらいなので、余震判事には相当の経験がある裁判官が充当されていたらしい。この余震判事という存在があったために、平沼喜一郎が中堅検事の時代、司法省内において、検事の力は弱く、逆に判事、
つまり裁判官の力は強かったとされる。検事らは裁判所検事局という裁判所の一部局に所属する司法官として、時には余震判事に圧倒されてなすすべもない状況もあったとのことだ。加えて、検事がこの状況なので、内務省の管轄していた警察からも検事は舐められ、検事の捜査指揮に警察が従わないということもしばしばあったそうだ。この状況に、平沼喜一郎が挑みかかる。なんで平沼さんは裁判官としてのキャリアもあったのに余震制度に疑問があったの？余震判事の取り調べの中には弁護人不在の密室で過酷に被疑者を追い詰める事案もあり、また、余震判事が実質的に結論を決めてその後の刑事裁判が形骸化する傾向もあった。そういった密室で展開される余震制度に平沼喜一郎は疑問を持っていたそうだ。同人はイギリスに派遣されて当地の法制度を見聞し、余震制度を改め、余震判事の職務を、裁判官、検事、弁護人とで分割し、特に検事と弁護人が主役となる刑事裁判を構築すべきであるという、どちらかというと現在の日本の制度に近い主張を展開していた。あれかな、適当に言うけど、戦後に GHQ が変えた日本の刑事司法制度はアメリカ式なわけで、その源流はつまりイギリス式だから、平沼さんの主張が回り回って戦後に実現されたと言えなくもないのか。個人的な野心があったのかどうかはさておくが、平沼喜一郎は、再びある事件に遭遇することで、検察の権限拡大につながる良好をつかむ。今度はどんな事件に遭遇したの？日本政党汚職事件だ。この日当事件は、台湾を舞台に、日本政党の役員が代議士に対して金品を贈賄したとされる一大疑獄事件であり、司法省の検事ら主導の事件だった。当時の司法省には機密費すらなかったらしく、平沼喜一郎は大蔵省から機密費を引っ張ってきてまで捜査に尽力し、代議士らを含む合計数十名が起訴され、大部分が有罪となった大型疑獄事件となった。この事件捜査により、政界と世論には、司法省に検察ありという意識が醸成され、検察の権限拡大につながる事件となった。さらに、この日当事件に続き、さらに検察の権限を拡大する事件が起きる。さらに続いて起きた事件とは、大楽事件だ。天皇陛下の暗殺計画を企てた嫌疑で大楽罪に問われた皇徳秋水らが処刑されたことで有名な事件だね。大楽罪ってどんな犯罪なの？当時の刑法には大楽罪、すなわち天皇、皇后、皇太子等に危害を加えまたは加えんとしたる者は死刑に処す、という罪状があった。この大楽事件は全国に捜査が広がり、事案の重大性が考慮され、司法省の検事総長が指揮を執ることとなった。この時、検事総長が病気だったために、代わりに指揮を執ったのが大審院検事だった平沼喜一郎だ。平沼喜一郎率いる検事らは周到な捜査を行い、余震判事が活躍する余地がないほどだったという。この大楽罪は三審制が適用されず、いきなり大審院で裁判が始まるんだが、大審院での審理は非公開とされ、被告人側の求めた証人は一人も採用されず、大審院は24名に死刑、2名に無期懲役の判決を言い渡した。色々とダークな側面もあるこの大楽事件だが、捜査の過程で検察は、目の上の単行部である余震判事と、検事の言うことを聞かない警察を圧倒し、捜査機関としての立場を固めることとなった。さらに、平沼喜一郎が積極的に活用し、検察の地位を高めた制度が存在する。その制度とは、起訴猶予だ。平沼喜一郎は、情状等を侵釈してそもそも起訴しないという判断も可能とする起訴便宜主義を積極的に運用した。どういう風に運用したの？無罪になる可能性が高い事件や情状面から裁判にかけるのは妥当でないと思われる事件は起訴猶予とし、他方、起訴する場合は、入念に捜査して余震判事から免訴を食らわないよう固めてから起訴し、免訴率や無罪率を抑制するのに取り組んだ。その結果、検察の捜査経験が上がり、かつ、起訴猶予も積極的に併用することで検察が事件全体の主導権を握って裁量を広げたとされる。また、司法省の裁判官に対する異動命令権限の強化も手伝い、検事総長に昇進した平沼喜一郎を頂点とする、検察による司法省支配が完成していった。それ以前の検事総長に力はなかったの？
宮中席次が徐々に上がるなど権威はあったようだが、全国の検事に対する指揮命令権を積極的に行使したのは平沼喜一郎が最初だと言われてる。何か重大事件が着起すると、検事総長たる平沼喜一郎は孤高の検事たる部からを統治に派遣し、検察主導による事件捜査を進めたそうだ。判事罰は平沼さんの検事罰に対抗できなかったの。興味深い指摘があって、判事は独立して仕事をできるが孤独である一方、検事は形式上独任制の官庁とはいえ上司の命令には従わないといけないが集団で仕事をするから孤独ではないという違いがあり、司法省ではチームで仕事をする強さを持つ検事罰が徐々に勢いを増していったのはそこら辺にも理由があるのだろう。司法大臣は検事罰に対抗できなかったの。政党の代議士が遺産で司法省に大臣として乗り込んでも、平沼喜一郎を頂点とする検事罰ががっしりと省内を抑えて、大臣はお飾りというのが定番だったそうだ。その結果、司法大臣には、政党政治が衰退していったのも手伝って、元検事や元官僚が多く就任していくことになる。やがて時代は無政府運動や社会主義運動が盛んな時代に突入するが、これらの運動に対し、平沼喜一郎率いる司法省は治安警察法等を駆使して強硬な姿勢をとった。なんせ右翼の本丸たる国本社を作った平沼さんだからね。そして平沼喜一郎は、検事総長から大審院院長を経て、司法大臣に就任し、司法罰の主要たる地位を極める。その後は、枢密院顧問官等を経て、とうとう総理大臣となる。しかし、ヒトラーやスターリンを相手とする外交戦にはかなわず、独ソ不可侵条約の締結でヒトラーにはしごを外された平沼喜一郎は、欧州の天地は複雑回帰という名言を残して総辞職した。将校省が軍需省になったりして軍部の官庁に与える影響が強くなっていくけど、司法省は軍部との関係でどうだったの？特攻警察と両輪を成した思想検事の活躍によって、軍部と共に暗黒時代を築いた側面が存在する。しかし、司法省も軍部の影響力増大に対して踏ん張った時期もあり、美濃部東大教授の学説をめぐる天皇機関説事件では、美濃部教授を起訴しろと息巻く軍部の意向に反し、任意の取り調べを通じて不起訴とするなど、筋を通す行動にも出ている。もっとも、これにより司法省は軍部の不況を変え、司法大臣の人事に介入されるようになってしまうんだけどね。後日談だが、ポツダム宣言受諾、日本国憲法施行により、裁判所は司法省から独立して最高裁判所を頂点とする体制となり、司法省は廃止されて法務庁となり、検察庁が誕生する。さて、司法省の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、元大本営参謀瀬島雄三、国鉄民営化に挑む、大日本帝国海軍、大陸東洋爆撃作戦、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎、などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。